皆さんこんにちは。エルです。本日は動画をご視聴いただきありがとうございます。前回の動画では、病院で異常なしと言われる腰痛の本当の原因や痛みが起こるメカニズムについて解説しました。まだ見ていないという方は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひそちらから確認してみてください。さて今回は実践編の第2弾として、重い荷物を持ったり、立ち仕事で毎日腰を酷使している人に特化した腰痛改善アプローチをお届けします。体力仕事による腰痛は、筋肉の使いすぎによる疲労の蓄積や目に見えない筋肉の細かい損傷が主な原因です。このダメージを回復させるためには、体の中から修復を助けるための食事、筋肉の奥底にある硬さを取るツボ、そして筋肉の負担を分散させるストレッチ。この3つの視点から今日からすぐできる対策を詳しく解説していきます。それでは早速、体力仕事による腰痛を改善するための3つのアプローチを解説していきます。今回も特に効果の高いものを2つずつ厳選してお伝えします。アプローチその1、傷ついた筋肉を素早く修復する食事やメニューについてです。重いものを持ったりして酷使した腰の筋肉は目に見えないレベルで傷ついて炎症を起こしています。このダメージを修復するためには、筋肉の材料となる良質なタンパク質と疲労回復を助けるビタミン B 群やミネラルが絶対に欠かせません。今回は疲れて帰ってきた日でも美味しく食べられる2つのレシピをご紹介します。1つ目のレシピは、筋肉を修復するささみと卵の生姜スープです。高タンパクで胃腸にも優しいスープです。生姜の成分が筋肉の炎症を鎮めて体を温めてくれます。用意する材料は2人分です。鶏のささみを3本、卵2個、生姜1かけ、鶏ガラスープの素を小さじ1杯、水 500cc、塩と白ごまを少々用意してください。作り方の手順です。まず、ささみは筋を取って一口サイズの大きさに切り、生姜は千切りにします。次はお鍋に水と鶏ガラスープの素を入れて沸騰させたら、ささみと生姜を入れ、弱火で4から5分煮ます。お肉に火が通ったら塩で味を整え、最後に溶き卵をふんわりと回し入れます。器に盛って白ごまを振れば完成です。お肉と卵のダブルのタンパク質が傷ついた腰の筋肉を寝ている間にしっかりと修復してくれます。2つ目のレシピは、スタミナ満点豚レバーのニンニク焼きです。筋肉の疲労回復に効くビタミン B 群とタンパク質が豊富な豚レバーを使ったご飯が進むスタミナメニューです。用意する材料は1人分です。豚レバーを 80g、ニンニク1/2片をおろしてチューブのものでも構いません。片栗粉とサラダ油を適量、お醤油大さじ1杯、お酒とお砂糖をそれぞれ小さじ2杯、青ネギを適量です。また、下味用のタレとして、お酒とお醤油を各小さじ1杯用意してください。作り方の手順です。まず、豚レバーを5ミリ幅にカットし、氷水に20分ほどつけます。さらに臭みが気になる方は、水気を切った後に牛乳に10から15分つけると、よりマイルドな仕上がりになります。水気を切ったら、下味用のタレを入れて、
揉み込み、さらに片栗粉を全体に薄くまぶします。次に、フライパンにサラダ油をひいて、中火でレバーを1分弱炒めます。そこに、おろしにんにくとお醤油、お酒、お砂糖を入れ、全体に照りが出るまで中火で炒め合わせます。出来上がったレバーをお皿に盛り付けて、青ネギを散らせば完成です。お好みでニラを入れたり、ニンニクを増やしても構いません。レバーの豊富な栄養素と疲労を吹き飛ばすニンニクの組み合わせで、明日も頑張れる体を作ってくれます。次のアプローチは、呼吸の力で深い緊張を解きほぐすツボやマッサージについてです。ハードワークの後は、腰や背中の筋肉がガチガチに緊張して硬くなっています。この緊張を和らげる即効性の高いツボを2つご紹介します。ツボを押す前に絶対に忘れないでほしいのが呼吸法です。痛みや疲れがあるときは、体は無意識に緊張して交感神経が常に動き続けてしまいます。この状態で強くツボを押しても、筋肉が刺激を押し返してしまいます。そこで、少し痛いと思う強さで、必ず口からゆっくりと長く息を吐きながら押すこと。息を吐くことで、体がリラックスモードに切り替わり、ツボの刺激が筋肉の奥深くまで届くようになります。これを踏まえて、体力仕事で疲れた体に効く2つのツボを押してみましょう。1つ目は、腰に直接アプローチする陣湯です。陣湯は、おへその真裏の腰、背骨部分から左右に指2本分外側にあるツボです。ウエストの一番細い位置にあります。押し方の手順です。立ったまま、あるいは座った状態で、両手を腰に当てます。親指がちょうど陣湯のあたりに来るようにします。鼻から息を吸って、口からふーっと細く長く息を吐きながら、親指で体の中心に向かってじわーっと5秒間押し込みます。息を吐き切ったら、吸いながらゆっくり親指の力を抜きます。これを3回繰り返してください。腰の奥にある筋肉の重苦しい疲労を和らげ、すっきりさせてくれます。お風呂で温まりながら押すのも非常に効果的です。2つ目は、足首から背中を緩める崑崙です。崑崙は、外くるぶしの一番高いところとアキレス腱の間にあるくぼみです。一見腰とは無関係に思えますが、実は背中から足首までつながっている筋肉のライン上にある重要なツボです。床に座って片足を曲げ、外くるぶしの後ろにあるくぼみに親指を当てます。鼻から息を吸って、口からふーっと息を吐きながら、アキレス腱の奥に向かって押し込むように5秒間圧をかけます。これも左右それぞれ3回ずつ行いましょう。立ち仕事でパンパンになった足の疲労を取ると同時に、背中全体の強い張りを和らげてくれます。最後のアプローチは、負担の集中を分散させる運動やストレッチについてです。仕上げとして、ストレッチをして体を動かし、痛みを和らげましょう。体力仕事の腰痛は、特定の筋肉ばかりを使いすぎることで起きます。疲労がたまった部位を伸ばし、体全体のしなやかさを取り戻すストレッチを2つ行いましょう。ここでも息を吐きながら伸ばすという呼吸法を意識してください。ストレッチの1つ目は、
背骨の柔軟性を取り戻すキャット&カウです。酷使して硬くなった背骨全体を波のようにしなやかに動かすストレッチです。まずは床に四つん這いになります。肩の真下に手首、股関節の真下に膝が来るようにします。まず鼻から息を吸って準備します。口からふーっと息を吐きながらおへそを覗き込むように背中を丸め、猫のように背中を高く引き上げます。息を吐き切ったら、今度は息を吸いながらゆっくりと背中を反らせて目線を斜め上に向けます。これが牛のポーズです。この丸める、反らすという上下の動きを深い呼吸に合わせてゆっくり10往復繰り返します。背骨周りの固まった筋肉がほぐれることで腰にかかっていた負担が全身に分散されるようになります。2つ目は骨盤の動きを良くするもも裏にあるハムストリングスのストレッチです。重いものを持ったり立つ時間が長い人は太ももの裏側にある筋肉が硬くなりがちです。ここが硬いと骨盤の動きが悪くなり腰の骨にダイレクトに負担がかかってしまいます。それでは早速仰向けに寝転がります。右膝を両手で抱えてゆっくりと胸に近づけます。今度は鼻から息を吸い、口からゆっくり息を吐きながら右足の裏を天井に向かってぐーっと押し上げるように膝を伸ばしていきます。太ももの裏側が適度によく伸びたところで自然な呼吸をしながら20秒キープします。その際、膝はまっすぐにならなくてもできる範囲で伸ばします。終わったら左足も同じように行います。もも裏が柔らかくなることで立ち上がったりしゃがんだりする動きが驚くほどスムーズになります。いかがだったでしょうか。本日の内容をまとめます。体力仕事によるハードな腰痛を和らげるためには、体の内側と外側からアプローチを行うアフターケアの組み合わせが大切です。一つ目は食事です。お肉や卵などを使った高タンパクな食事で、酷使して傷ついた筋肉を内側からしっかりと修復しましょう。二つ目はツボです。必ず息を長く吐きながら腰の腎兪や足首の崑崙を押し、副交感神経を機能させて筋肉の深い緊張を解きほぐしましょう。三つ目はストレッチです。深い呼吸に合わせてキャット&カウやもも裏のストレッチを行い、特定の部位に集中した負担を分散させましょう。ハードワークの後は疲れたから寝るだけになりがちですが、寝る前にほんの少しだけのアフターケアを毎日コツコツ続けることが痛みを繰り返さない体を作る最大の近道です。ぜひ今日から試してみてください。今回は体力仕事などで腰を酷使している方に向けたアプローチをご紹介しましたが、腰痛の引き金は人それぞれの生活習慣や心の状態によって大きく異なります。そこで次回の動画では今回とはまた違った日常のサインから来る別の痛みに対して別の視点からアプローチする改善法をお届けします。あなたの日々のお悩みに深く寄り添った解決策として食事からツボやストレッチなどを詳しく解説していく予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。
最後に、毎日重いものを運んだり、長時間の立ち仕事をしたり、本当にお疲れ様です。体がきしむように痛い中、休まずに仕事や家事を頑張り続けるのは、並大抵のことではありませんよね。時には、自分の体は大丈夫かと不安になることもあると思います。どうしても痛みが強くて辛い時や、疲れが抜けない時は、どうか無理をしすぎず、一番にご自身を大切にして、優しくいたわってあげてください。温かいスープを飲んだり、深く深呼吸をするだけでも、頑張っている体はきっと応えてくれます。本日の解説は以上となります。この情報が少しでも役に立ったと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただければ、Lも嬉しく思います。これからの新しい動画も見逃さないようにしてください。今回の内容を振り返ってみた感想や、皆さんのリアルな実践報告をコメント欄で教えていただけるのを、L は心から楽しみにしております。なお、本動画で紹介した内容に関する大切な免責事項や、関連する動画のリンクについては、概要欄に掲載しておりますので、合わせてご確認いただけると幸いです。今日も一日、本当にお疲れ様でした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。L がお送りしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。